では、最初は立ちポーズから行います。足幅を腰幅程度、足の裏左右平行に置いていきましょう。右足に体重をかけて左足を持ち上げます。つま先をつくか上げるようにして、吸って手を開いて、両手足を大きく開きながら星のポーズで体幹と脚力を上げていきます。さあ、呼吸は巡らせながら少し斜めにしてアンバランスを楽しんでいきましょう。では吸いながら体をセンターまで起こし、足を置いたら反対です。左に軸足で右足を外側浮かしていきましょう。吸って手を大きく開いて、また横へと倒れます。今の自分の体のバランス感覚を感じ取って、ここから中心軸を養っていきましょう。もう一つ吸う息で手足を遠くに伸ばして、ではゆっくり体をまたセンターに戻していったら、足を大きく開いていきます。つま先を外側に向けるようにして、ももに手を滑らせて、膝をしっかり曲げてかがんでいきましょう。足幅が足りなく、つま先より膝が出ないように、かかとの真上に膝のポジションがベストになります。では、この状態作れたら、左右の肩を交互に入れて、肩甲骨のあたりから腰や背中も心地よく伸ばします。もう一度センターに戻ってきたら、今度は右の肘を曲げてももの上に乗せましょう。吸って左手を高く上げ、吐きながらさらに頭の先に伸びます。余裕があれば下の手を外し、内ももをガードしながら、ここで呼吸しましょう。脚力も鍛えられますし、体側も伸びます。さあ、吸ってセンター。一旦膝の曲げ伸ばしを入れていいのでチェンジです。今度左手をももに添えて、吸って高く右手アップ。さらに頭の先。余裕があれば内側、手を伸ばすようにしましょう。膝が内に入ってこないようにコントロール。きつくなったら曲げ伸ばしで、そのままお腹も軽く引き締めて呼吸。首辛くなければ視線は上です。さあ、吸いながら体センター、膝伸ばしましょう。両手を骨盤にセット。足をジグザグ歩かせて、真ん中で閉じて、かかとをくっつけてつま先を外側に開いて、拳が1個入るスペースです。骨盤をぐっと起こして長い背骨を作ったら、また膝を曲げていきます。途中でかかとを浮かし、さらに折り曲げて座っていきましょう。バランスが足の親指から小指までしっかり地面を踏んでいる感覚。余裕があれば親指人差し指で手をリングにして、股関節を開きながら頭の先が上に引っ張られる感覚でホールドキープしましょう。足の指、足首、股関節。体の柔軟性も養いながらバランスの感覚を身につけます。さあ、では次の吐く息で両手をついて膝を下ろし、次はマットを縦に使っていきます。四つ倍のような姿勢、肩の真下に手首を置き、今股関節の真下に膝ですが、後ろに足を引いてプランクポーズから、かかとから頭までを一直線にしましょう。手は肩幅からもう少し開いていても構いません。辛くなったら膝を下ろしていきますが、ここでぐっと地面を押してお腹を締めつつ体幹でキープ。では次の吐く息、膝を下ろしてもいいので脇を締めながらゆっくり地面の方へと降りましょう。降りたら足の甲を寝かして両手グーに握りしめて股関節の間、足の付け根に手を挟みます。違和感、痛みがあれば手は外側に置くか、お腹のあたりに置きましょう。足幅だいたい腰幅程度に開き、
まず右足をぐっと持ち上げて下ろす。次は反対、左足後ろに伸ばしながら上げて下ろす。次は両足一度に上げて、まだ余裕があれば上半身も上げて、体の背面側を使います。では吐きながら地面に降り、骨盤を左右に揺らし、この拳の位置をずらしましょう。拳の刺激が強すぎれば手のひらをパーにして優しい刺激にします。ここで物足りない場合は膝を曲げて左右。お腹の奥や腸を刺激して体を内側から温め、そしてこわばっている筋肉や緊張があればそれらを解放していきます。さあ、では動きを一度止めましょう。足を後ろに伸ばして手もほどいて、両手で地面をぐっと押します。足の幅はだいたい腰幅程度で、股関節の真下に膝のポジション。体を斜め左側に向けましょう。そこから右の手、左の脇をくぐらせるようにして、肩、そして右のこめかみを地面についていきます。この状態のままか、もう少しと思ったら、左の手、さらに頭の先に伸ばして、腕、肩、肩甲骨のあたり、そして肋骨のあたりの伸びを強めていきましょう。しんどくなったらお尻をかかとの方についてしまっても構いません。今日の体に合わせて、さあ、あと一呼吸。では、伸ばしている左手、顔の目の前について、手で地面をぐっと押して四つ倍に戻っていきます。では、右斜めの方に両手を運び、次は左の手のひら上向きにして脇の下をくぐらせて、肩と左のこめかみを地面につきます。まずは居心地のいい場所を探って、さらに伸びを深めたい場合は、右手をスルスルと頭の先へと伸ばしていきましょう。次は右側の腕や肩の伸びを実感します。呼吸も自然と巡らせながら。あと一呼吸が終わったら、右の手、顔の目の前につき、手で地面をぐっと押して四つ倍に戻ります。お尻を後ろに引いて、軽く肘を下ろし、おでこも下方向へ下ろしましょう。ここへ来てまだ余裕があれば、今日は小指側を地面についたまま手を伸ばします。肩が詰まるときは手の幅を開いていきましょう。小指の側面を地面に下ろすことで、もう一つ腕、肩甲骨の方、脇、背中にかけてが伸びます。物足りなくなったら、顎や胸を地面に下ろすイメージです。普段使いにくい肩甲骨の間、背中側の柔軟性を引き出します。あともう一呼吸。吐き終えたら両手を寄せて、ゆっくり背中を丸めていきます。肩の下に手を置き、
おへそを覗き込むようにして丸い背中。もう少し伸びを作りたかったらカップハンズにするようにして指先を立てていきましょう。ではもう一度背中まっすぐなポジションに戻ったら、次は右の足を一歩前に出します。かかとの真上に膝で、後ろの足引けるようであれば後ろ遠くに置いていきましょう。そこから骨盤をぐっと起こしてランジのポジション。両手を下から吸って手を上。吐きながら肘を曲げて後ろに。もう一度吸って上。吐いて肘を曲げてウエストの方に引き寄せます。さあ、今度両手を地面についたらお尻引きましょう。つま先上げられたら上げてふくらはぎの伸び。曲げ伸ばし繰り返しでも構いません。手も引き寄せてカップハンズにしても構いません。さあ、この姿勢でまだ余裕がある場合、足の横に左手を置き、右手は骨盤のセンターのあたり、仙骨に触れます。そこから吸ってゆっくり胸を開くような形で見上げていきましょう。まだ余裕があればさらに右手高く持ち上げて、足、腕、体全体の伸びを感じ取ります。鼻から吸って吐きながら上げている手を下ろして、もう一度膝を踏み込みましょう。右の足を一歩外側、つま先は正面か少し外側に開いてもいいですが、膝を曲げる位置だけはつま先の方向になります。ではこの姿勢しんどければ少し曲げ伸ばし高い位置でキープをします。余裕があれば肘まで下ろしてトカゲのポーズ。そのまま上半身を下へと下ろし、太もも、股関節、足の付け根などストレッチを深めます。さあ、では両手で地面をぐっと押して足を一歩後ろに引きましょう。次は左の足を前に出して、かかとの真上に膝、後ろ足で調節してスタンスを決めていきます。骨盤を起こして上体しっかりと体幹で支える感覚を持ったら、両手を下から吸って上、伸び吐きながら肘を曲げてウエストの、もう一度吸って上、吐いて肘を曲げ。では両手を地面につき、お尻を引いて前の足を伸ばします。曲げ伸ばしてそのままホールド。さあ、まだいける場合は続けていきましょう。右手を足の横のあたりにつき、左手骨盤のセンター。ここでもしんどければ曲げ伸ばしです。吸って吐いてねじり、上を見上げていきます。まだ余裕があれば手を上げていきましょう。今日の体に合わせながらポジションを決めて、体全体伸び上がる感覚で呼吸だけを手の先、足の先通します。では吐きながら上げている手を下ろして前の足を踏み込んだら、足を一歩横に開いて足の内側に手を置きましょう。ここへ来てまだ余裕があれば肘を下ろし、体重を下に下ろして前後に足を開くことで、さらに股関節、柔軟性を上げていきます。では両手で地面を押し、左の足、膝を手の間に下ろします。後ろの足を前に持ってきて、足を組む形にします。これがしんどい場合はこのままにします。余裕があればさらに膝をセンターで重ねるようにして置き直しましょう。自分の体に合わせて選択。さあ、このまま息を吸って吐きながら前へと倒れます。太ももやお尻の伸びを作るポーズ。肩や首の後ろはリラックス。
尻や太ももの横の緊張をとって股関節や骨盤の動きを滑らかにするポーズです。では吸いながら体を起こして足を一度解いて、今度は反対です。右の膝を曲げて左足を上に組みましょう。しんどい場合は乗る範囲で構いません。余裕があれば膝をセンターに重ねるようにしていきましょう。さあそこからいければ吸って吐きながら前に倒れ、上に乗っている方の足のお尻やももが伸びる実感があればいいです。少し体を揺らしてみたり、止まろうとせずに今体が伸びて心地いいところを探る、そのような感覚で呼吸を巡らせます。では吸いながら体を起こしましょう。足をほどき左右に揺らします。お疲れ様でした。今日のヨガでは全身をかなりダイナミックに使うところから始まり、腸もみであったり体をほぐしてから柔軟性を上げていくというような流れでした。ユニークなポーズもたくさんあったかと思うんですが、普段伸ばしにくいこの腕であったり脇、腰や背中であったり、そして太もも、お尻、股関節周りの伸びというのもたくさん作れるような流れになっています。まだ柔軟性がないという場合は少ししんどかったりきつかったりする場合があると思うんですが、コツコツ続けていくとだんだんと体が柔らかくなっていくと思います。最初はポーズの完成形にとらわれることなく、今日の自分の体に合わせて一番ベストなポーズをチョイスしてみたり、少し緩めるように、形をですね、体の動きを変えたり揺らしたりというものから選択して、ぜひ呼吸を巡らせて心地よく最後まで動くというふうに日々続けてみてください。このヨガもかなりバランスがよく全身を使う流れになっていると思うので、体の変化も続けるほどに感じられるかと思います。また動いてみてどうだったか、感想やコメントもお待ちしています。では今日の一日も皆さんにとって笑顔あふれる充実した一日になりますように。ありがとうございました。